ポーを最初に見た時、何かが違うと直感的に分かった。ドゥ・モンディ社がリリースした曲シーシ、7人いる中で一瞬で目が吸い寄せられた。説明できないセクシーさというか、私が猫気質を嗅ぎ取る本能みたいなもので、気づいたらもうポーから目が離せなくなっていた。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。本日は Do One With You のポーとティーティの成長について語りたい。フレンドシップシーズン2でポーを見た瞬間、抑えきれない嬉しさが湧き上がった。ステージの上で輝くポーと生活感の中でふと見せるギャップ、その落差をもっと近くで見たいと思った。コンテストで何度も優勝して舞台に立つたびにあのオーラがキラキラと輝いて、ますます目が離せなかった。だからこそポーがティーティを選んだと知った時、正直に言うとあの時点で私にはその未来が見えなかった。ポーのヒントを拾いながら、本当に好きなのは別の人じゃないかとさえ推測していた。祈るような気持ちでポーを応援し続けていた。あの頃が懐かしい。ティーティを初めて見たのはフレンドシップシーズン1で、当時まだ19歳だった。ドゥ・モンディ社の輝く俳優たちの渦の中で特に秀でるものがあったわけじゃない。最終的に誰にも選ばれずシーズンを終えた。シーズン2で途中参加した時も、今思い返せばどれか一つ得意な分野があったわけでもなく、歌唱コンテストでポーが舞台に立つ時、ティーティはみんなを応援する側にいた。でも今のティーティの曲を聴くと、その成長があまりにも大きい。そして私がティーティという人をちゃんと見るようになったのは、イベントで2人を追う動画を通じてだった。机に飲み物がたくさん並んでいて、ポーが自分の分に手を伸ばしにくい状況になると、ティーティはさりげなく飲み物を並び替えてポーの手が届くところに置き直す。ポーの車から彼の荷物を持ってくるのもいつものことだった。化粧品の番組ではスタッフから渡された綺麗なティッシュを先にポーに使わせて、自分はポーが使った方を使う。新しいウェットティッシュもまず先にポーへ。ポーのジャケットが乱れていれば、肌が後ろのカメラに映らないよう触れないギリギリのところで手をかざし続ける。全部さりげなく当たり前のようにやっていた。ポーもティーティにいつも面倒を見られて本当に安心すると言っていて、その言葉が私にずっと残っていた。ポーはどこかミステリアスで人懐っこい笑顔を見せるにもかかわらず、本当は内向的な性格だと自分でも言っていた。でも誰ともすぐ仲良くなるティーティはひまわりみたいな存在で、いつもポーを笑わせてくれた。ティーティは本当にポーを大事にしているし、できる限りのことを率先してやっている。芸能界の道は長い。そしてティーティは大切な基盤をすでに築き上げていた。そして Do One With You でのティーティの演技を見たとき、初めて心からポーが選んだ人に間違いなしと確信した。最近のティーティはビジュアルもさらに大人っぽくなって、インスタで見た2人の撮影写真には本当に見せられた。初めてティーティをセクシーかもしれないと目を疑ったくらいで、ポーにとって最高にふさわしいパートナーに成長したことを心から喜んでいる。Do One With You ももうすぐシリーズが終わる。でも2人の旅はここからだと思う。成長は日や月の単位では現れない。何年もの沈殿を経て再びみんなの目の前に現れた時、あの年月に詰まった努力の結晶が静かにでも確かに輝く。また次回お会いしましょう。ではでは。